どうも島田秀平です。島田秀平のお階段巡り、今回も皆さん見ていただきまして本当にありがとうございます。例によってですね、このようにまだ今日も車の中から撮影をさせていただいているんですが、僕自身の趣味がドライブなんですね。やっぱりね、気分転換になりますし気持ちがいい。ただですね、今回ご紹介するお話聞いてしまうとドライブに行くのが怖くなってしまうかもしれない。車で外出すること、それをためらうようになってしまうかもしれないという、そんなお話を紹介させていただきたいと思うんです。実際僕自身もですね、この話を聞いてから運転中に何か嫌なものが見えなければいいな、変な現象が起きなければいいな、そんなことを思いながら運転するようになってしまいました。あるカップルがですね、ゴールデンウィークに1泊2日で旅行に行こう、そういう話になったんですね。彼が運転していこうよ、楽しい計画ですよね。ただ、彼車を持ってなかったんです。なのでレンタカー屋さんで車を借りて行こう。でも時期がゴールデンウィークですよね。もうどのお店に電話してもね、車予約でいっぱいなんですよ。うわー、どうしよう、困ったな。それでもなんとかね、必死に探した結果、あるお店でなんとか車を1台だけ確保できたんですね。ああ、よかった、これで一安心だ、旅行に行ける。で、彼実はね、この車を運転するということが結構ね、久しぶりだったらしいんですよ。なので実際に旅行に行く前日から車を借りておいて、その前日にね、一人でね、車の運転の練習をしておこうと思ったそうなんですね。この勘を取り戻すというか、借りるね、車にも慣れておこう、そう思って前日、お店にね、足を運んだんです。で、店員さんがいらっしゃってですね、この車になりますというふうに案内された車がですね、結構古いなという、そんな車だったそうなんですよ。店員さんもね、自分で分かってるんでしょうね。すいません、ゴールデンウィーク中なんで、この車しかないんですよね。で、外見はこんな感じですけども、ご安心ください。中はね、一通り機能も揃ってますし、大丈夫ですよ。で、もしあれでしたら、車かなり古いんで、お値段の方も少しお安くしますから。彼からしてもね、他に車はないですし、値段が安くなるんだ、だったらラッキーかなぐらいに思ったらしいんですよ。で、中見るとね、ちゃんとカーナビもついてるし、あとね、嬉しかったのがバックモニターがついてたんですって。バックモニター、これあると便利ですよね。後ろ側ね、バックするときにちょうどこの見えないね、四角の部分がパーンとモニターに映し出されるんですよ。だから人がいたりとか物があったりっていう時にはね、ちゃんと確認ができる。何よりもね、車を駐車する時にバックモニターがこれあるとないとでは大違いですよね。本当に心強い味方で、また彼ね、車の運転が久しぶりだったので、バックモニターがあるっていうのは嬉しいな、ありがたいなと思って、じゃあこの車借ります。その古い車借りることにしちゃったんですよね。で、書類を書いてですね、で鍵をもらって、じゃあ練習しよう、車を走らせたんです。で、走ってみるとね、もう何の問題もなく、もう快調なわけですよ。で、しばらく運転したらですね、勘も取り戻してこの車にも慣れてきて、で見るとね、コンビニが見えたんで、買い物してこう、コンビニに入っていったんですよ。運転しながらね、カッチ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 って中にね、車を入れて、で駐車スペースに車を入れようと思った。で、シフトレバーをですね、リバース R に入れたんです。そしたらね、その瞬間にあれ、おかしなことが起きたんですね。これ普通ね、レバーを R に入れると自動的にバックモニター、後ろの風景がね、パーンと映るわけですよね。
なんですけども、レバーを R に入れた瞬間、画面がね、パーンって真っ暗になっちゃったんですって。まるで電源が落ちたような感じ。なんにも見えない真っ暗。あれおかしいな、思った瞬間、ピー、車内に警告音が鳴り響いたんですって。この警告音、周りにね、近くに人や物があったりすると危ないですよと知らせてくれる、とっても便利な機能なんですけども、別に周りに人とか物とかなかったよな、思ってたんですけども、ピー、警告音鳴りやまないんですよね。あれ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 思ってたら、しばらくしてモニターがね、パーンって復活したんですって。後ろの景色が映し出された。ああ、治ったんだ。見てみると、特に後ろ側、別に人がいるわけでも物があるわけでもない普通の後ろ側の景色が映ったんですよね。でも警告音がピー、危ないですよ、知らせてくる。おかしいな、車降りて確認してみようかな。でこのレバーをパーキングにすると音がピタッて止むんですって。で車を降りて辺りをこう一周してね、こう見回すんですけど、別に人もいないし、なんか物もない。なんであんな警告音鳴ったんだろうな、おかしいな。でまた車に乗ってレバーを入れた瞬間、 R に入れた瞬間にまたモニターがパーンって消えちゃうんですよ。でまた同じようにピー、車内に鳴り響くんですね。でこれ故障してるんだ、だからあんな安かったんだな、そう納得したわけなんですよね。もうじゃあしょうがないな、警告音は鳴ってるけども、これ目でちゃんと見てね、慎重に駐車しようと。でこうね、慎重に慎重にこう車を止めたらしいんですよ。でコンビニを後にする。でね、自分の家の方に来て、その晩はですね、自分の家のすぐ近所にあるコインパーキングに車を止めようと思ったんで、またねそのコインパーキングに入って駐車しよう。レバーを R に入れた瞬間、またパーン、画面消えちゃうんですって。でまた同じようにピー、警告音が鳴るんですよ。でまたしばらくすると画面がパーンって復活する。後ろを見ると特に何の問題もない、人もいないし物もないしっていう景色がこう映し出される。わあ、もう完全に壊れちゃってんじゃん。でも慣れるしかないかなんていうことであまり気にせずですね、その日は寝て、で翌朝旅行の日を迎えたわけなんですよね。で朝、彼女の家の前まで行ってね、で車をこう止めて待ってる。で彼女がトコ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 って来たわけなんですよ。こっちこっちなんて言って、で彼女が助手席に乗ってきたんですね。ただねその瞬間彼女が言うんですって。なんかこの車気持ち悪くない？なんか嫌な感じがする。実は彼女って、霊感がある彼女で、時々ね、こういうこと言ったりするらしいんですよ。なんか気持ち悪い。でもそうは言ってもね、車もこれしかないですし、しかも値段も安くなったんだよなんて話をして、そうなんだ、でもちょっと気持ち悪いな、旅行が始まったわけなんですよね。で楽しくねドライブしてて、順調にね進んでたんですけども、途中ね高速道路を走ってる時にサービスエリアが見えたんですね。だからあそこ入って休憩していこうかで、こうサービスエリアに入って、で車をね駐車スペースに止めようかっていう時に、そうだ、彼は思い出したんですよ。ごめん、今この車さ故障してて、これR にねこれ入れるとレバーを、このねバックモニターなんだけどさ、これがパーンって消えちゃうんだよ。でその後にさピーって警告音が鳴るんだよね。でその後こう画面直るんだけど、これ気にしないでねなんて。そうなの？でこう実際に駐車しようと思ってレバーを R に入れた瞬間、パーンってやっぱ画面消えちゃうんですよね。本当だ。その瞬間ピ
警告音が鳴り響くんですよ。で彼女もびっくりしちゃって「えっ?」でこう周り見渡すんですけども、別に特に人もいないし、なんか危ないものもなさそうだし、あ本当だ。で見てて、この後画面復活するからさ、あそうなの。で彼女も一緒にねその画面をこう覗き込んでるんですよね。画面がパーンって復活した瞬間、ギャー、彼女が悲鳴上げたんです。えどうしたの。怖い怖い怖い、何今の何今の言ってるんですって。えどうしたの。彼女に聞くと、パーンと画面が復活した瞬間、このバックモニター、後ろの景色がねこう普通に見えるんですけども、そのねこのモニターいっぱいに小さな男の子の顔が映ったらしいんですね。でその顔というのがなんて言うんでしょう、もう恐怖におののく顔、目をぐーっと見開いて、で口もギャーッとこう何か叫び声を上げてるように口もぐわーっと開かれてる。そして何かからこう逃げよう避けようとしてるように、うわー、こういった男の子の顔がパーンとこう映ったらしいんですよ。で彼からしたらそんなの見えてないんです。でも見てみるとさっきはなかったんですけど、何か白いもやのようなものがなんか見えるんですね。なんか自分からするとバックモニターを映すカメラがちょっと汚れてんのかな、その汚れなのかなと思うようなものがあるんですが、霊感がある彼女からするとそれが小さな男の子が絶叫を上げてうわーっとしてるような顔が見えたんですって。でこれよく考えてどういうことなんだろうと思って、で彼は思ったらしいんですよね。あ、そういうことか。きっとこの車以前悲しい出来事が起こった、そういった車なんじゃないかと。まあね、この車、バック駐車をしようと思った時にそこに子供がいて、その子供に気づかずにという、そんなことがあったんじゃないかなと。そうか、だからずっと警告音が鳴っていたんだな、そのように思ったそうなんです。確かにね、古い車、値段も安いということで何かあった車だったのかもしれませんけども、この話を聞いたらですね、僕もやっぱり、これね車運転される方分かると思うんですけども、確かにバックモニターってちょっと怖いですよね。まだね明るい時間はいいんですけどもね、暗い時間、もう暗い駐車場に止める時なんていうのに、なんかこう切り替わった瞬間、なんかこの映像もね暗いところってなんかこう薄暗いというか白黒のように見える、ちょっと気持ちが悪い映像じゃないですか。パンって切り替わった瞬間にもし何か変なものが映ったらどうしよう。それ以来ですね、この移り変わる瞬間はちょっと僕、凝視できなくなってしまって、なんかこう嫌なものが映らなければいいな、そのように思うようになってしまったんですね。ぜひ皆さんもですね、車で外に出かける際、不思議なことが起こるかもしれませんからね、このバックモニターであるとかいろんな機能、注意深く見守っていただきまして、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。